意外にこうそうそうそうおお素晴らしいですね、肩甲骨の使い方。いや、ありがとうございます。最後の両手難しかったですよ。両方使うので、はい、また合気道独特の体の使い方。そうですね、はい、でも共通するのは力んでいたら絶対連続で投げれないし、なるべく省エネで効果的に投げていくっていう体の使い方なんです。なんか呼吸法とかって意識してるんですか？あります。投げるとき必ず吐かないといけないんですよ。どうしても強い力に対してグッてなるじゃないですか。むしろ全部こうやってで吐く、こうやってで吐くそうだから力入れるときに中心入れるときに吐きながら肩肘を下ろす。そうそれを瞬間なのでこういう感じです。そうすると力が呼吸止めないんです。普通って力出すときって息止めるじゃないですか。むしろ一瞬だけシュッと出す感じでなるほど。そうするとこうやって柔らかい力の使い方ができます。美しい合気道。今度鍛錬法なんですけど、合気道って日本の武道で座った状態でこういう狭い場所でやる技がありまして、座った時に制圧する。後ろに来て立たないで動いてるんですよ。そうでこれを合気道で執行っていうんですけど、これ足腰にすごいいい鍛錬なので、例えばこういううまくなるとこういうふうに自由に回れるようになったり、それを自在にこうちょっとじゃあそれをちょっと見せます。そうだね。いろいろできるようになります。ちょっと執行を一緒にやってみましょう。足の指をこう立てていただいて、進んだらお尻かかとをつけてそうこれ結構きついですよね。そうこれも健康状態が現れてまして、こう足首とか膝とかに問題あると、この姿勢取れないんですよ実は。なのでこうそうだから重心をなるべく下に下げる鍛錬法なんです。先生の見たらあんまりこの離れてる時間がないですね。そうですね、なるべくこう上下しない、あと左右に振らないっていう動き、それが気配を消す動きになるんですけど、そうです立ち技と違って腰を使わないと投げれないので、腰を使って投げる練習。まさに足腰。座った状態で。そこから吐いて、そうです。そしてでまた回って、そしてそのまま首を抱いたまま投げていきます。また進んで、そう。いいですね。一回いきましょう。動きがほら立ち技と違ってこう動けないので、まさに腰のひねり、座った状態でもこの腰の
そうですね。これ膝立ちでこう力出すっていうのは難しいですね。はい、それを出す練習なんですよ。これ片下って言っちゃダメなんですね。本当にこう座って小さい力を出す練習小さいなかなか座ってると力って出ないですよね、はい。でもそれをこうまだ中心に落として自在に避けるようにこう、はい足をそう自在に一瞬のこういうのはですね。でもそれはいやっていただいてはいやってみてください。どういう投げでもいいのでそう次はいそういいですね。これ制限された中でのはい。体の使い方になりますね。はい。これちっちゃい部屋とかを想定してってことですか。そうです。座ってこういう狭い場所で、こう武器でこう押さえるときに、そうだってなるべく最初にそう最初に動きで押さえていくみたいな。例えばこれぐらい狭かったらなかなか立ってパンってそうですね。そうでこういう時にさっきの動きでそう体の使い方だったり本当に姿勢を良くするでリラックスしないと投げれないので。そうですね。この移動もできないですね。そうこの移動もでもグラウンドですごいこのめっちゃやるんで。はい。これ股関節の柔らかさだったり足首の柔らかさもすごい養われるのでいいんですよね。はい。絶対的なやっぱりこう中心軸の強さないと安定はしないので。はい。ちょっと初歩的なあれなんですけど、やっぱこの袴とか着てたら動きにくいけど、やっぱそれは着物着た上での、例えば現代でこうやって組み合ってんだったらもう袴脱いだ方がもう本当動きやすいです動きやすいんですけど、もともとは刀を帯びている武器を想定しているので、例えばこれが真剣だった場合、間合いって 0. 何ミリ超重要じゃないですか。もしこうやって触れたらもう消えちゃうんですよ。なのでその時に足のさばきを例えばこんな大きな動きしてないので、本当にミリ単位で動くときに見えないようにそうですかそれじゃないですか、そういう時に実は間合いが変わってたりするこれの足の運動に、そのためにこう足の動きを隠すために、袴を履いてやってます。侍とかもでもそうです、本当の真剣の切り合いだったら、武器を持っている場合って本当に 0. 何ミリの間合いでもう命をなのでそれでこういう袴を履いてます。でも実際今みたいに組み合うんだったらない方が絶対動きやすいんですけど、でもそれをやっぱりこう袴をこう噛まないように動くっていう技術なんですよ。袴をこう踏んでしまったら動けないんですよ。袴をこう踏まないように動くっていうのも技術なので、合気道ではそういうのを踏まないように、あと礼法だったりそういうのもしっかりしながらやっていくって感じですね。やっぱ僕も普段柔術着とかたまに着るんですけど、着た時のその消耗っていうかとかやっぱこういずさとかなんか絡まったりとかしてしますよね。全然違うんで全く違いますよね、だから本当にこう袴脱いだら動きやすくて動きやすいなとは思うんですけど、でもやっぱこう合気道のスタイルでちゃんとやっていかなきゃいけないっていうのもありますね。じゃあ、あれですね、先生ドラゴンボールの悟空みたいな脱いだ方が動きやすいですよね。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では若松選手のミット打ち体験したいと思います。お願いします。よろしくお願いします。こんな感じです。すごい芯がきますね。いやもう響きますね。すごいですね。でも芯でドーンと跳ね返されます。いやもうグラップリングぜひ体験してください。お願いします。お願いします。普段のそうです。うわ
すげえ。合気道合気道。はい。うわ、めっちゃ強いですね。うわ。首っすね、首っすね。勉強になります。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかった楽しかったで。です。美しい合気道。はい、ということで今回は MMA 世界チャンピオン若松優也選手に合気道を体験いただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に体の使い方が上手でびっくりしました。めちゃくちゃ楽しかったです。よかったです。はい。なんかあれですね、もうずっとこうマラソンしてかつもうずっと来るんで、息切れがもう MMA とまた違ったような、はい。で力もやっぱり力んでるんで、こう疲れましたね。まあ力みをなくすトレーニングとしては、はい、いい体に有酸素運動になるので、そうですね。はい。そうなんです。だから合気道やればはい健康なんですよ。あ健康にいい運動なので、そのはい老若男女みんな結構されてるんですよ。何歳までとかもう70代の方でもやってますし、高齢の方80代以上でもやってますので、本当に体にいい。本当にやっぱ殴ったり蹴ったりじゃないので、本当に争わないで、気持ちよく今みたいに楽しく、めっちゃ楽しい。あ、よかったです。やっぱこうね、やっぱ MMA の世界チャンピオンの方にも合気道楽しいって言っていただけたら大変嬉しいです。ぜひもう本当今後も防衛また世界チャンピオンとして防衛ぜひ重ねてください。応援しております。ありがとうございました。はい。ぜひ皆さん若松優也選手の YouTube チャンネルをご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。美しい合気道のすべてがここに。難しい専門用語を分かりやすく独自に言語化。知識ゼロから学べる合気道のしなやかで美しい動き。書籍美しい合気道。角川より発売。